ここには未知があふれている。なかなかに胸が躍るね。すでに死を迎えているこの身でも実感できるほどだ。何も告げずに外に出てきたからアメスは怒っているかな。僕を目の届く場所に置いておきたいのは当然だからね。しかしせっかくの異世界、目の前にぶら下がっている未知の果実を味わわないなんて僕には到底できやしない。ねえ、そうは思わないかい？言語による意思疎通は難しいようだ。魔獣、いやこの世界では魔物と呼んでいたっけ。興奮している様子が見て取れる。僕を餌だと思っているのかな。こんなに痛いけな乙女が目の前にいるんだから無理はないが。ああ、即座に襲ってこないのは仲間を待っていたんだね。この場合獣の本能とでも言うのかな。僕を餌と認識しながらも警戒しているんだね。さてどうしたものかな。身にかかる火の粉は払うべきだが。予想はしていたけれどやっぱり力は制限されているか。思ったよりも生死がかかっている状況のようだが、やはり善行は積んでおくものだね。お見事だ。おかげで助かったよ。君が通りかかってくれなければか弱い僕は哀れな悲劇の主人公になっていただろう。どうして首をかしげるんだい？ああ、僕のことを覚えていないのか。寂しいじゃないか。あんなにも身を尽くして君のお世話をしたというのに。改めて自己紹介しよう。僕の名前はエキドナ。強欲の魔女とも呼ばれていたよ。僕がいた世界ではね。不思議に思うのも無理はない。君からすると僕の方が異世界から、いやこの世界にはすでに彼らがいるのか。そうであれば魔女の方かな。そうそういるものでもないしね。あまりその言葉に忌避感はなさそうだね。どうやらここでは魔女の扱いは少し違うようだ。少なくとも口に出すのもはばかられるような存在ではないらしい。さて君には窮地を救ってもらった。お礼と言ってはなんだけど、君が知りたいことがあれば何でも一つ答えよう。こう見えて僕は物知りでね。君が欲するであろうものについてもおよそ理解はしている。遠慮することはない。君の欲望のままに。待ちたまえ。本当にそれが知りたいの？君が望めば世界の秘密を暴く用意だって僕にはあるのに。君は面白いね。アメスが就寝している理由が分かってきたよ。僕も君に興味が湧いてきた。君へのお礼は後に回すとして、どうだろう。一つ僕から提案があるんだけど。ああ、警戒しないでほしい。僕は全然怪しくない。むしろ君にとっては味方とも言える。え？いいの？何の対価も要求せずに？君、警戒心や欲望といったものが欠如してるんじゃない？魔女相手に二つ返事とは。ますます気に入ったよ。それではしばらくの間君に同行させてほしい。何？難しく考える必要はない。なんなら君がこれからやることを手伝ってあげてもいい。僕は君という人間に興味がある。君を観察し、君と行動を共にすることで君という人間をもっと知りたい。僕は強欲なんだ。もちろんさ、魔女に二言はないよ。海か。案内されるままに来たのはいいけれど、日差しが強すぎるようだね。これに果てはあるのかい？この先はどこにつながっているのだろう。どこかに
この海を渡れる乗り物はないかな。それに海の中にも様々な生物がいるはずだ。海の中を覗くための道具も欲しいね。すまない。しかし僕の性分でね。それでこの場所に来た目的を教えてもらえるかな。その言葉の意味を聞いても。なるほど、仕事のことなんだね。ここで何をするんだい？ゴミ拾い？この砂浜で？砂浜って見渡す限り砂浜だけど、全部？なるほど。しかしあいにく僕は肉体労働は増えててね、残念ながら力になることは。もしかしたら手痛い失敗をしてしまったのかもしれないね。君の質問に一つ答えてあげよう。知識量には自信があるんだ。何でも聞くといい。何を聞けばいいか知りたい？斬新な返しだね。行きたい場所はないかって？僕に尽くしてくれるなんてありがたいね。では、いや、図書館に連れて行ってほしいな。この場所は愛の広場というのかい？そういえば世界を愛で満たそうとした知り合いがいるよ。君と気があったんじゃないかな。彼女との関係性を説明するのは難しいな。僕にはそのような特殊な知り合いが何人かいるけど、一番話が通じるのはもちろん僕さ。君が彼女たち、魔女を見てどのような反応をするか横で観察するというのも興味深いけどね。いつか招待させていただくとしよう。僕の夢の城へ。この砂、ずいぶんと細かいね。海という場所特有のものかな？なるほど。海は水だけではなく、砂にも多量のソルテを含んでいるんだね。植物が育っていないのはそのせいかな？少し離れれば木々はちゃんと生えている。海の影響が大地にどの程度の影響を及ぼしているのか興味深いね。この打ち捨てられた容器に使用されている素材は見たことがないものだ。何が原料なんだろう。こんな風に無造作に捨てられているところを見ると
そこまで貴重なものではないようだね。大量生産されているということか。人の欲望は尽きることがないね。いや、非難しているんじゃないよ。欲望は僕のいわば伴侶だからね。おや？この生き物は不思議な形をしているね。ぜひとも持って帰ってじっくりと生態を観察したいところだよ。こっちにも見たことのない生物が。これは目移りしてしまうな。ぜひとも砂浜だけじゃなくて海の中の生物までじっくりと。おっと、働いていないと疑われるのは心外だね。よく考えてみてほしい。僕はこの世界に来てまだ日が浅いんだぜ。つまりこのアルバイトという行為の目的となる収集物、どれがゴミなのかがまだ分別がつかない状態なのさ。だからこそまずはこうしてよく見て理解する必要があるんだよ。分かってもらえて嬉しいよ。決して深い意味があるわけじゃないんだが、僕以外と話すときはもう少し疑り深くなってもいいかもしれない。世の中には悪いやつがたくさんいるからね。では引き続き観察、ゴミ拾いをするとしよう。あっちにも何か奇妙な。いや、なんということはないさ。ただ疲れてもう立てそうにないだけ。言っただろ、僕は肉体労働は得意じゃないんだ。それにもう随分とゴミ拾いをしているだろ。さすがに君だって健康そのものだね。驚きだ。すまないが手を貸してくれないか。このまま僕が立ち上がれずに波にさらわれて死んでしまったら君も寝覚めが悪いだろ。ありがとう。さて、もうそろそろいいんじゃないかな。このアルバイトという行為は十分堪能したよ。確かに手伝うとは言ったよ。だけどもう。それは何よりだ。僕としてはもちろんまだ余力は残してはいたが、終わりというのであれば喜んで。なんだって？すまない。聞き間違いかもしれない。今何と言ったのかもう一度聞かせてもらえるかな。次は海辺の巡回。君はもしかしてまだアルバイトとやらを続けるつもりかい？正直言って予想外だ。もう切り上げようと思っていたところだが、もっと深く君のことを知りたくなってしまった。君の行動は未知そのものだ。ああ、もちろん手伝わせてもらうよ。君の手伝いをすると言ったのは僕だからね。ただしもう肉体労働はごめんだよ。今度は海の安全確保というわけか。人にとっていい自然環境なら魔物が寄ってくるのも必然だ。見たところによると魔物よけの結界みたいなものはないのかな。まああったとしても。事実として目の前にこれだけの魔物がいるのであれば機能していなさそうだね。少々旗色が悪いように見えるが大丈夫かい？見たところによると君は単身で戦うことを得意としていない。無理せず逃げるという選択もあるよ。もちろん君に奥の手があるんだったらそれを披露してくれてもいい。いざとなったら僕が。防戦一方だと思ってはいたけれど、なるほど、僕の安全を優先していたというわけか。やれやれ、ここまで来ると大したものだ。その信念の先にある結末も気にはなるけど。
おや、魔物は逃げ出してしまったようだ。何か怖いものでも見たのかな。やっと終わったと安堵していたんだけど、まだやるの？金銭的に不自由しているようにも見えないが、どうやら君の欲の根源が理解できてきたよ。金銭的対価を得るためにこんなに一生懸命働いたのは初めてかもしれない。それで次は何をするんだい？給仕は足りているように見えるけどね。ねえ、どういう基準でアルバイトを選んでいるんだい？まさかとは思うけど、頼まれたことを全て2つ返事で引き受けてないかい？まあでもそういうことなら僕に任せてくれ。当然店にある材料は好きに使って構わないんだろ？この地の食文化を体験できるいい機会だ。こういった香りの強い植物や木の実などは、その外見から味の特徴も推測することができる。僕の頭の中にはその効果的な組み合わせ方も刻まれている。僕の知識を持って未知の味を想像してあげよう。さあ、これで完成だ。冷める前に飲むんだよ。魔女が差し出したものを一気に飲み干すなんて随分と勇敢だね。なんて冗談だよ。それじゃあ感想を聞かせてもらおうか。ひとまず成功したみたいだ。理論上うまくいくのは間違いなかったけど、結果は必ずしも理路整然と導かれるわけじゃないから安心したよ。目新しくも癖になる深みのある味わいを目指してみた。君に不思議と印象づけられたならそれは成功と言えるだろう。入れ方もまとめてある。誰が入れても同様の味が出せるようにしてね。本当に何も変なものは入れてないよ。ただ商品ということだからね、少し工夫をして飲みたくなるような味にしているだけさ。ここまでいくつもアルバイトをしてきたわけだが、久しく労働というものをしていなかった僕にはどれも新鮮な経験だった。君を観察していれば未知に触れられると感じたのは間違いではなかったようだ。君には今日一日の感謝を伝えなきゃね。僕はすごく満足しているんだ。本当にありがとう。というわけでそろそろ切り上げて。君のアルバイトの終わりだけは予測できない。本当に興味深いね、君は。夏休みの宿題を手伝ってほしい？魔女への願い事がそれでいいの？まったく、僕が悪い魔女だったらどうするんだ。やれやれ、大変な目にあった。あんなにも立て続けに労働をすることになるとはね。しかしおかげで彼のことが理解できてきた。ひとまず最初の目的は達成できたかな。さて、アメスは不在かな。姿を消した僕を探しに行ったのかもしれないね。
せっかくだからいろいろと調べさせてもらうとしよう。アメスはいつも何らかの能力でこの世界を観察しているようだけど、さすがに誰にでも扱える代物ではなさそうだ。普通ならね。僕の空間を上書きしている状況であればやりようはある。へえ、ここには記憶が満ちているのか。これは彼の記憶の断片か。どれどれ。安全装置がかかっているのか。一筋縄ではいかなさそうだ。ただこれだけ僕の興味をそそる代物に触れられもしないというのはいささか酷が過ぎるだろう。ならもう一つの手を試してみようか。おや、驚かせてしまったかな。その反応、戸惑ってはいないようだ。いつもと違うといったところかな。ここは僕の夢の城、魔女の茶会を開く場所だよ。アメスの塔を勝手に使わせてもらっている分、いろいろと制限はあるんだけどね。おかげで君にお茶を提供することもままならない。お茶のないお茶会なんてね。相変わらず欲がないね、君は。おっと、悠長に話している余裕はないんだった。アメスが戻ってくる前に済ませたい。君をここに招待したのは、ずうずうしくも2度目のお願いがあるからなんだ。聞いてもらってもいいかな。これもまた躊躇なしか。そのお人よし、よほど環境に恵まれていたのかい？それとも、いや、今はよそう。何？今度のお願いはそう難しいことじゃない。君にこの茶会の立ち会い人となってほしいんだ。これから呼ぶある人物との茶会の立ち会い人にね。ようこそ魔女の茶会へ。応じてくれてありがとう。歓迎するよ、カイザーインサイト。遠慮なく座ってくれたまえ。僕はエキドナ、強欲の。その口を閉じて元の世界に帰りなさい、異分子。ずれないじゃないか。自己紹介くらい聞いてくれてもいいのに。本来ここに存在しないはずのものなんて名前を覚えるまでもないでしょ。特に魔女なんてものは。なるほど。彼の記憶の断片から見た苛烈な姿そのままだ。しかし同時に深い知見も感じさせる。いい茶会となりそうだ。記憶の断片ですって。はあ、そこの気の抜けた顔したあなた、この魔女にいいように扱われているようね。資料が足りないのも判断が甘いのも分かりきっているけれど、誰にでも心を許すその間抜けさだけは許容しがたいわね。いいように扱ってるだなんて心外だな。彼はただこの茶会の立ち会い人として呼んだだけだよ。それに言葉を交わすならまず僕からだろ。君を招いたのは僕なんだよ。ゲストになった覚えはないわ。でもここに君はいる。そうだろ。その気になればこの場に来ないという選択肢も君にはあったんじゃない？いいわ。謁見を認めてあげる。なるほど、謁見ときたか。この世界においてはゲストは僕ということだね。それならそれで構わないよ。そんなものね。強欲の魔女、あなたがこの世界の何を知っているというの？全てを知りたいと願っているよ。僕は強欲だからね。でも今この瞬間は君のことだ。特に
君の持つ権能のことをね。波動転生。ああ、そういうこと。あなたの目的はこの世界を知ること。理解が早くて助かるよ。君の権能であるこの世界を見る力、それを応用した未来史とも呼べる奇跡、その力を放っておくなんて僕には到底できない。そこでだ、カイザーインサイト。僕と手を組まないかい？手を組むですって？君は未来をも見通す力を持ちながら敗北した。それはひとえに用意されている可能性の数が足りなかったからに他ならない。見通すべき未来の母数が足りなかったのさ。僕が新たな未来を用意しよう。異分子である僕が君の計算外となろう。見通せる未来の無限の分岐、無数の可能性となろう。ずいぶんと魅力的なお誘いだこと。だろう？僕たちが手を取り合えば、君はもう一度。お断りよ。理由を聞いても？おあいにくさま、強欲の魔女。神は唯一にして無に、孤高にして絶対。故にその隣に立つものなどない。絶対性を保つために可能性を自ら狭めると。その選択もまた興味深い。せっかくだからあなたという可能性を今のうちに積んでおくのも面白いかもしれないわね。異分子として排除されるというわけかな。これは参った。力を制限されている僕ではどうしようもない。喧嘩。確かに。しかし雰囲気はぶち壊しだ。君もそう思わないか？はあ、つくづく勘に触る。私を止めた以上、この魔女の行動の責任はあなたが取りなさい。いいわね。愚かな子。せいぜい魔女に踊らされるといいわ。君にはまたも助けられたよ。戦った結果がどうなるのか気にならないと言ったら嘘になるけど、やられてしまったら元も子もないからね。それよりも、なぜ君は僕を助けてくれたんだい？カイザーインサイトによれば、僕は君をいいように扱っていた魔女だというのに。なるほど。つまりそれが僕に支払われた対価ということか。不慣れな労働でもしておくものだね。それに、まだ何か理由があるのかい？これはさすがの僕でも可能性を予期していなかった答えだ。僕と君が、本当に君は面白いね。この世界における未知の最たるものかもしれない。君という存在は魔女の興味を大いにそそるね。これからもしばらくの間観察させてもらうことにするよ。僕の好奇心を大いに満たしてくれそうだ。
こっちの世界の食べ物は興味深いね。特にレストランのメニューにあった魔物料理とやら、暴食、知り合いの魔女を思い出してしまったよ。ミネルヴァという名前をアメスが口にしていたけど、それはどんな存在なのかな。まさか殴って人を癒すだなんて言わないだろう。僕は幸運だね。異世界という未知の場所で君のように興味深い人物に出会えたんだから。しかも君はこの世界において重要な人物らしい。僕の好奇心がうずいて仕方がないよ。君のことをもっと知りたい。もっと見ていたい。少し気恥ずかしいな。これでも僕は君に気に入られようと必死なんだよ。やあ、来ると思っていたよ。君を待っていたのさ。どうやら君はこの時期海辺でのアルバイトが多いようだったからね。その様子からするとアルバイトはもう終わっているようだ。もちろん終わりを見計らって声をかけているよ。もう肉体労働はごめんだからね。自分に何かまだ用事があるのかと疑問に思っている顔だね。それも無理はないが、お察しの通り用事があるんだ。前回はアルバイトに時間を費やしてしまったからね。今度は娯楽としての海を知りたい。簡単に言うと、君と一緒に過ごしたいのさ。相変わらず躊躇がない返答だ。ではよろしく頼むよ。まずは準備体操か。動く前に体の可動域を広げるわけだね。理屈はわかる。でもこのラジオ体操とやら運動量が多すぎないかな。ちゃんとやらないとダメ？思ったより形にこだわるんだな、君は。なるほど。海での娯楽の基本は海に入ることになるのか。運動そのものの快感と熱気を和らげる水中の清涼感、この2つを同時に得るというのは確かに海という場所での最善の娯楽だ。僕のいた世界でもそれ自体はあるしね。問題はこのソルテを含んだ水だ。これがどのような影響を与えるのかが予測できない部分だけど、浮力が高まることで浮くのは容易になる反面、波による影響も考慮に入れないとさっきの僕みたいにあえなく沈んでしまう結果となるのか。助けてくれて礼を言うよ。それに思ったよりも疲労感があるね。どうやら泳ぐというのは僕向きではないようだ。この砂浜では何をするんだい？
君が汗をかきながらここのゴミを拾っていたのも誰か利用する者がいるからのはずだ。ビーチベースボール、ビーチバレー、ビーチフラッグス、どれも初めて聞く言葉だ。興味は尽きないが、どれも2人だと難しいということであれば仕方ないね。後で誰かがやっているのを見せてもらうことにしよう。他にも砂遊びも海特有のものがあるのかい？横たわった人間の体に砂をかけて埋める？拷問と遊びを混同してない？あっという間に夜になってしまった。時間は有限だとつくづく思い知らされるね。いろいろと案内してくれてありがとう。海、ただの大量の水が集まっているだけではない、様々な側面を見せてくれる場所だ。それというのも、君という案内人がいたからかもしれないね。それはよかった。僕といることが楽しいと言ってくれる人物は貴重だよ。僕も少しは君と歩み寄れた気がするよ。そうだね。以前君が言っていた友達というやつかな。それで僕から一つ提案があるんだ。僕と契約を交わしてくれないだろうか。そう、契約だ。協力関係を結ぶと言い換えてもいい。知っての通り僕は己が知識の探求に関してはおよそ欲望の上限がない。それゆえ君が知らないこと、知り得ないことも多く知っている。僕と契約してくれれば、僕はこの知識すべてをもって君の望むことに答えを与えよう。記憶喪失である君の助けになれると断言しよう。なぜそんな契約が必要なのか疑問に思うこともあるかもしれない。しかし考えてもみてくれ。僕は本来はこの世界の住人じゃないんだ。いつどの時点でこの貴重なつながりが途切れ、この世界から退去することになるかはわからない。だからこそこの出会いを確かなものとして残しておきたいんだ。それは絆と呼んでもいいかもしれない。君と僕とがこの出会いを通じて夏の海で育んできた絆を契約という形に残して永遠のものとしたいんだよ。これはかなり勇気を持って発言してるんだぜ。僕だって女の子なんだ。僕は君が気に入った。君の可能性に魅了されてしまった。恥ずかしげもなく運命という言葉を使うよ。ずっと君を見ていたい。君の見るものを特等席で見ていたい。君が僕を友達と呼んでくれたこと、本当に嬉しく思っている。君はこの世界において未知の塊だ。僕の好奇心を満たす甘い果実だ。僕は君を見ている。君という未知を一時だけのものにしておきたくない。その代わりに君を導くしるべとなる。どうかな。その契約、待ちなさい。おや。繰り返すけど、待ったをかけるわ。その契約、私は認めない。あんたも何でもかんでもうなずくんじゃないわよ。どう考えたって怪しさ満点じゃないの。思ったよりも早い介入だ。どうやら僕が思っていたよりもアメスは彼に執心しているようだ。見かけによらず色男だね、君は。勝手なことしてんじゃないわよ、エキドナ。多少の動きなら許すけど、そいつに手を出すというなら黙っておけないわ。手を出すとは誤解を招く言い回しだね。僕はただ彼に契約を持ちかけただけだよ。その契約とやらちゃんとした説明がなされていないように見えたけど。僕が契約を持ちかけた経緯とその結果僕たちが得るものに関しては十分に説明をしたつもりだよ。魔女の契約は大切なものだ。嘘はつかない。
あんたは確かに何を得るかは話したけど、失う可能性があるものについては説明してないわ。デメリットの説明がない契約なんて見過ごすわけにいかない。目的を達成するためには何かを失うこともある。それは僕の契約の結果なのかな。どのような道を通ってもそのようにしかたどり着けない場合もある。具体性のない言葉でごまかすのはやめなさい。あんたはこの世界を観測するための目が欲しいだけでしょ。都合よく自分の助言に従ってくれる、あんたの実験に付き合ってくれる目が。それにね、約束事をする時になって初めて絆なんてものを持ち出すやつのことを信用しちゃダメよ。あんたも覚えておきなさい。やれやれ、こうもくさびを打ち込まれてしまったら仕方ないかな。アメス、君もなかなか興味深いね。それはどうも。でも契約はお断りよ。悪いけど。こいつを導くのも見守るのも私の役目よ。そういうことか。残念だけどここは退散するしかなさそうだね、今日のところは。エキドナ、あんた何を企んでいるの？僕は強欲の魔女なんだよ。僕の欲する全てを手に入れるための勤勉は惜しまないのさ。というわけだ、僕は立ち去るとしよう。君に疑念を抱かれたままなのは残念だけど。あんたってやつは。疑念など心配する必要なかったみたいだね。悪い魔女も君の前では形なしだ。それじゃあまたいつか会いに来ることにしよう。今度は君を僕の茶会にお招きしたいものだね。